こんにちは、桃旦那です。メインツールで iPhone X を使用しているんですが、バッテリーの減りが早いと感じ調べてみたところ、バッテリーが著しく劣化していました。ということで、今回はバッテリー交換していきます。これは Amazon で売っていた 3500mAh とかなりの大容量で専用工具付き。今回はこちらの付属工具を使用します。分解する前にバッテリーがゼロになるまで放電します。放電中に気づいたんですが、このアドレス不安しかありません。中身は図解入り説明書、防水テープ剥離剤、工具一式、吸盤、交換用バッテリー本体とバッテリー固定テープ。バッテリー固定テープは予備を含めて2枚入っていました。それでは分解作業に移ります。このラインに粘着テープが貼ってあるので、粘着力を弱めるためにドライヤーを使い温めて粘着力を弱くします。温めすぎると故障の原因になるので1分ほど温めます。忘れていましたが、温める前に充電コネクタ横のネジを外しておきます。ネジを外した後にドライヤーで温めてください。温めた後、吸盤で引っ張ると隙間ができるか確認。隙間にピックを差し込みます。そのまま温めた方向へスライド。上の部分は爪があるので少し浮かせる程度で OK。 ゆっくり液晶パネルを開けます。これで OK。 この位置にネジがあるので全て外します。付属している工具の赤色ドライバーを使います。ヘラでプレートを取り外します。この位置にバッテリーコネクトがあるので外します。これで OK。 続いてこの位置にある各コネクタを外します。ここは両面テープで接着されているので慎重に剥がします。コネクタが全て外れているのを確認して液晶をゆっくり外します。次はこの位置のネジを外します。青いドライバーを使います。次はこの箇所、赤いドライバーを使います。ヘラを使い軽く持ち上げます。このコネクタを外します。これで分離できました。続いてこのパーツを外します。
ヘラを使いパーツとコネクタを外します。スピーカー部品とバッテリーの隙間にヘラなどを使い斜めに起こすようにして外します。手前に粘着テープでくっついているだけなので遠慮なく剥がしてもらって大丈夫です。このコネクタをヘラで外します。手で取り外しても大丈夫です。持ち手を用意するためにヘラを使用します。テープの持ち手ができたので引っ張っていると後回しにしようと他の箇所も同様に持ち手を用意。持ち手を引っ張りどこか1箇所でも剥がれたらと考えバッテリー上部を剥がそうとこうなってしまっては最終手段しかありません。裏からドライヤーで温めて粘着力を弱め少しずつ剥がしていきます。これを上下とも何度も繰り返していきます。これだけは時間がかかっても根気が必要です。危なかったですがなんとか上の部分は取れました。同様に下部分も取れました。このケーブルが断線するとになるのでバッテリーを外す際は気をつけてください。ケース内に残っている粘着テープを剥がしてきれいにします。バッテリーに両面テープを貼っていきます。向きを間違えないように注意が必要です。この形になれば OK。 元に戻す際にバッテリー端子の位置を確認します。事前にイメージしておきましょう。位置を確認しゆっくり微調整してバッテリー端子の位置を合わせます。安全のためバッテリーコネクトは後ほどつなげます。それでは逆の手順で組み立てていきます。続いて防水テープを貼っていきます。裏表や貼る位置を確認します。それでは液晶側とつなげていきます。すべてのケーブル接続を確認します。
そしてプレートを設置してネジ止め。私はネジが1本行方不明になりましたが、気にせず液晶と合体させます。液晶とフレームがはまったことを確認し、ネジを締めます。残るは動作チェック。無事に起動しました。バッテリーの最大容量も 100% になりました。スワイプ、動画視聴、カメラ機能なども問題ありません。今回バッテリー交換をして感じた一番の注意点は、バッテリー固定テープがうまく剥がれなかった場合、地獄です。綺麗に取れれば問題ありませんが、今回の私のように失敗してしまった場合、剥がれるまで時間をかけてください。あとはネジをなくさないよう注意をしてください。対応したバッテリーの調べ方ですが、設定から一般から情報、そしてモデル番号をタップします。バッテリー交換の際はモデル番号を調べて対応したものを選んでください。今回使用したバッテリーは概要欄に記載しておきます。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。